ラボかもしれないおお全然違う。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ久々の86。僕この方の86初めてだと思うんです。取材としては。あ、本当ですか。後期になって結構ねスタビリティ変わったみたいなよく言ってるじゃないですか。非常に気になります。これ基本じゃあ後期型になるんですかね。はい、後期のアップライド H 型っていうもう最終の最終です。買う時にはでももうちらちら新型が出るっていう噂は出てたんですけど、はい、僕はもうこの見た目顔つきが欲しいと思ったんで、もうこれを頼みました。やっぱ後期というかね新型の GR86 の良さもありますけど、やっぱこの顔つきとこのちょっとぬるっとしてるじゃないですか。このモデルって低くてぬるっとしてるんで、はい、僕もこの顔結構まだ好きだなと思って。後期になってまずヘッドライト結構変わりましたよね。そうですね。HID が LED になってウインカーも全部。もうこれヘッドライトも LED ですか。はい、ロービームハイビーム、これ H4 型なのかな。ちょっとつけてもらっていいですか。ウインカーとヘッドライト。明るっ眩しい眩しいもうフルです。すげえ、なんか普通にかっこいいですねこれ。光り方がめちゃめちゃかっこよくて。何これ。ありがとうございます。はい、あとはウインカーポジションにしてるところぐらい。ああ、ウィポジになってるんですねこれ。そこがサイドマーカーがちょうどあるんで。ああ、いい、はい、さらにここちょっとスモークかけてあるんで、またこれはかっこよさがいろいろと小技が効いてますね。なんかねよく変態と言われるんで。変態しようこれなんか一見するとこのリップなんかねオリドさんプロデュースのリップに見えるんですけど、毎度オリドさんのところのリップですかって言われるんですけど、このグレード GR スポーツっていうグレードでそれの純正です。これ純正ってかっこよすぎませんこの、はいね、そうなんですよ。だからもうパッと見でカタログ見て何この純正らしからぬデザインと思ってここのデザインとかすごいかっこいいですよね。即決しました。めっちゃかっこいい。これオプションなんですよね。このグレードは標準なんですか。で後付けしようとするとこのリップとあれだけで17万ぐらいします。トヨタのくせにやるっす結構ね。めちゃめちゃ高いです。でも高いけどこれかっこいいな。物はしっかりしてるんでね、なんか物ちょっと触りっていいですか。はい、全然もうめっちゃしっかりしてる。これかっこいいな。僕もこれだったらつけたいですね。純正でこれならっていうところで、ありですね。であと86といえばなんか怪しい HKS さんがおやおやというおやおやですね。普通ね自然吸気なんですけど、これ実は HKS の GT2 スーパーチャージャープロキットがついてますねどうですか。やっぱり全然パワー感で変わりました。意外と上の方なんですけど、2速とかの4000円ぐらいからもぐわっと急に来る感じ。NA の時でも3、4000回転ぐらいまでは速いんですけど、そこからの出てくる感じがもうそこから逆にバッとシートに体を押しさえつけられるぐらいの加速にはなるので、感じ的には NA の3リッターとか 3.5 リッターぐらいの車の加速してくる。まあ車も軽いんで、まあそうですね。これ車重いくつぐらいなんですか。1200とか1300とかぐらいだ。軽いっすね。はい。それで現状で240、50ですけど十分かなと。いや十分です十分です。全然遊べますよねでここはあれなんですよね。こだわりのある。これはもう多分86乗ってる人じゃないと気づかない。ここが塞がってるのを削ってすごいこれパイピングが見える。まあオイルクーラーに直接風が当たるように削りました。86乗りでも言わないと気づかれない。これは分かんないですね。ここに当ててるんですね。そうです。すごっ。あえてこのノーマルルックをずっとねキープしつつってところがなかなか渋いな。そうです。変態しようというのはそういうところかな。変態しようですねあくまで純正プラスアルファみたいなね。ここもねちゃんと純正キャリパーもブレンボと。そうです。これせこいな。後期の、このグレードは標準装備なんですけど、後期モデルのオプション確か15か16万ぐらいでこれが付けられるんで、付けない手はないだろうっていうぐらい。まあ確かに安いっすね。そう考えると前後でこれ入るんだったら十分かな。それでキャリパーのカラーはまあ赤ですね。そうです。赤ですね。赤でローターだけ書いてあるんですか。そうです。ローターだけプロジェクトミューさんの2ピースローターに絶対したいと思ってプロミューから純正交換キットみたいなのが出てたんで、なおかつプロミューさんだと通常色だと思う。青というか水色というか、はい、それだともうパッと見でプロミューのつけてるんだと思われちゃうんで、ブラックアルマイトにあえてね渋いっすね。それに TWS のホイール、TWS のホイールもなかなかね履いてる人少ないじゃないですか。そうですね。でなおかつ TWS で履いてる人多いって言ったら T66F っていう、よくサーキットとかでもレーシングカーとかについてるようなやつが多いんですけど、この RS317 っていうのはあんまりないですよね。被らないっていうところで選んだのもこれなんですけどね。これ一瞬ウェッズっぽいなと
とか、そうですね。で TC105N みたいな感じの雰囲気ありますけど、ちゃんと TWS のかっこよさがありますね。シャープなんですよね TWS。そうですね。でフロント 8.5 のリア 9.5。このタイヤがやっぱかっこいいですよこれ PS5。いや高かったです。いや高いでしょこれ。めっちゃねふっさふさなんですよここが。サイドウォールがめちゃめちゃかっこいいこれ。いい最高。あとはラッピングで屋根をね、そうですね、黒にしてる感じです。なかなか赤黒で決まってますね、はい、より GR っぽく。サイドが純正なんですけど、で僕はリアが寂しかったんでリアサイドスポイラー、これは実は純正じゃなくて HKS の関西サービスさんのリアサイドスポイラーなんですけど、本来カーボンなんですけど統一感出すためにフロントとサイドと同じガンメタで塗って、なおかつモールを。これね、これ大事ですからねこのモールね。全然純正ですかって言われるでしょ。言われちゃいます。言われますよね。言わなきゃ分かんないと思うんです。いや分かんないですね。逆に自然なんでめっちゃ似合ってます、はい、普通ここだけつけたらおかしく見えるじゃないですか。そうですね。急に足した感あるんですけど全然足した感なくてかっこいい。あとはリアのキャリパーも基本的にはね純正です。純正で前と同じくフローター変えてフローダーで作ったスペーサーが入ってる感じですね、K のねサイズもちゃんとぴったりあってめっちゃ綺麗、ハブリング機能ももちろんつけて、そこら辺の細かいこと結構大事ですよね。そうなんですよ。あと後ろはフルエアローというよりかはどっちかというとパッと見純正かなっていうところがこだわりなので、ブリッツのマフラー変えて、でテールも下のバックランプのところも純正なんですけどクリアになってるところだけスモークにして、今の欧州車でアーマーゲーとかでも多いと思う。いやよくありますよね、そういう仕様で。ここも結構目立つんですよね。そうなんですよ。クリアだと結構バレンティンさんとかに変える方も多いんですけど、そこはあえて純正で。純正でいって、はい、ブリッツのマフラーは結構うるさいですか？そうでもないですか？車検対応なのと、はい、うるさいはうるさいんですけど、ディーラーもこれで入庫してたんで、もう素晴らしい。問題ないと思います。いいなぁ。そしてこのウィングまでノーマルって聞いてちょっとびっくりしました。そうですね。それも純正ですね。めっちゃいいっすねこれね。形もいいし綺麗やし、色似たようなのが結構あるんですけど、はい、TRD さんのだとここがこのラインに来てるようなやつとかいろいろあるんですけど、それとは違うシンプルな方で、ね、やりすぎず。そうです。機能としても良さそうです。じゃあちょっと内装いいですか？はいどうぞお願いします。内装ね、これまたかっこいいんですよ。なかなか86につけてる人がまあまあほぼほぼいない。デカロのスポーツスター。かつこれはちゃんとパワーリクライナーとシートヒーター好きです。よくこんなんいらねえだろって言われるんですけど、いやいやそこはあえてっていうところ。あくまでデートカーと。そうですね。いいな。このレカロのシート一番かっこいいよな。形がね、欧州車のオプションのレカロみたいなね。この1個上の GR っていうグレードだとスポーツスターのデザインの純正レガロになってるんで、まあそこは GR 超えっていうことで GR 超えっていうことにしていきましょうか。そしてダッシュボードもかっこいいし、これ後ろって乗れるんですか？一応乗れます。一応4人乗り乗れるということにしておきましょうか。これ足元もしんどいですけどやっぱ頭もしんどいですよね。そうですね。大人4人だとちょっと正直きついかなと。ちょっとしんどいですね。お邪魔しますね。いや86はやっぱポジションがいいな。乗ってるところのポジションすごく良くないですか？そうですね。足元も低いし乗りやすい。そしてなんかメーターが変わってる。これ純正なんですよ。これもまた GR グレードだけこれ。めっちゃかっこいいですねこれ。普通のやつでもっとなんかそこがあれですけど、デザイン的には違いますよね。ちょっと競技車両っぽいようなデザインになって。あとこっちのデジタルメーターは後期からそうですね。後期からそこに一応そこに水温計とかまあ純正ではあるんですけど出るんで油圧はないですけどその辺で見れればいいかなっていうぐらいの。十分ですよね。さっきとは走んないんで十分かなと。内装もすごく大きくありますよこれ。後期になってからこの辺とかもこの辺とかも。そしてこのねシフトフィールがこの車やっぱ良くて、ね、このカチカチ感。前期でよくあったのが1足と3足の間になんか入って抜けなくなるっていうのがあったんですけど、今のところそういうのも効かないんで、このタイプは。いいな、高級感あるな。やっぱこのシートのおかげかな。このグレードだといろいろ真っ黒なんで、シルバーだったりする部分が他の GT リミテッド GT とかはあるんですけど、黒だったんで。そしてハンドルがめっちゃいい。純正なのに超握りやすいっていう。何これ最高じゃないですかこれ。もうちょっとこれ手前に出せたらもう最高ですけどね。ちょっとエンジンかけてみていいですか？オープニングもかっこいいなこれ。これかっこいいっすね。何でも見れるじゃないですかこれ。電圧、水温、油温は見れるんで、普通に走る分には申し分ない。申し分なさすぎる。そしてこれあれでしょ、スーチャーなんでレスポンス悪いかと思ったら結構レスポンスもいいっていうのがせこいっていう。あとね、走行中わかるんですけど、僕のだけ5000回転ぐらいまで回すとすげえキュイーンって音がします。吸気なのか排気なのかわかんないですけど、
結構外からも爆音らしくて、とんでもない音してるっていうのは。超メーターかっこいいこれ。僕普通のモデル乗ってたらこのメーターに変えたいですそれほどかっこいい。じゃあちょっとせっかくなんでスーパーチャージャー見せていただいて。ぜひネットダンパーも変えてるんで。あ、出た、高級車の特権これ後付けですよね、多分。後付けでトムスのやつをつけました。トムスが出てるんですよ。お、素晴らしい。お、やっぱり GT2 キットかっこいいなちなみにいくらぐらいできるんですか？物はネットで調べると44万とかであるんですけど、はいはい、工賃だったりそれにオイルクーラーとかつけたりなんなりして結局130、40ぐらいしたのかな、で駅マニも買えないといけないんで、じゃあ結局130、40ですね。意外に高いですね。意外に高いです。でステップ1、2の僕はまだ1なんで、後々2に上げることができるんで、そうすると300馬力ぐらい。ああ、いいですね、面白そうですね。違う車になって帰ってくるっていう。なんかとりあえず1で楽しんで、そうですね、次のステップに行くみたいな、ね、一気にやっちゃうよりかはと思って。いやいや、絶対楽しいっすよこれは、すげえ。これまたかっこいいよな。結構 NA だとやっぱここがスカスカなんで、間違いない。こんだけぎっしりしてると。パイピングもかっこいいし、綺麗し。じゃあ駅マニも変わってるんですか？駅マニも HKS なんですね。じゃあやっぱみんなと音違うんでしょうね、結構音質は。そうですね、マフラーだけブリッツさんなんで、そこが組み合わせ違うかな。はいはいはい。決勝塗装になってまたかっこいいなこれ。後期のマニュアル車だけそこが開かない。オートマ？オートマだと前期と一緒です。なんでそれ開けるとバレちゃうオートマからマニュアル換装できるんですか？あんま聞かないですね。たまありますもんね。あとブリッツの車高調 WZR。 はいはい。それはもう感じですか？コスパかかなっていうなるほど。そこだけちょっと妥協しちゃったかなっていうところなんですけど、まあまあこれからっすね。はい、とりあえず車高下がるっていうのが大事。そうですね。あとキャンバーつけられる、はい、で噂によるとこれ OS のデフも入ってるみたいな。はい、デュアルコア LSD が。デュアルコアってことはあまりそのバキバキならずにマイルドな機器でなるべくパワー損失がなく、そう高速とかでも意外と 1.5A ぐらいの感じなんで、高速でもギャップで跳ねた時に回転数がワンって上がってたのがなくなったんで、怖いぐらい蹴り出しと、あとなんか曲がってる時にちょっと踏むとどんどんなんかリアが出ようとする感じ体感できるの。出力でやっぱデフ入れると楽しいよな急に車の性格変わるじゃないですけど、性格変わるんで、逆にサーキットとか走る人からするとありなしで全然違うんで、走らせ方変えないといけないなみたいなこと言う人はよくいます。純正でトルセンは入ってたんですけど、機械式だと全然違うなって。違いますよね。じゃあこれはぜひちょっと乗らせていただいて、ぜひぜひ、はい、大黒に移動して大黒一周しましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。いかんせんメーターがかっこいいですよね。最初微妙かなと思ったんですけど、使っていくうちにどんどんこれの方がいいわってなっちゃう、そして曲がるとデフの効果を感じます。これパッド結構手出すとパッドですか？手出すとパッドですよね、はい、最初さらーっていくんで、おーって慣れたらね、そんなあれなのかもしれないですけど、どうかな、楽しそうやな。やっぱ86はノーマルの86は乗ったことあるんで、スーチャーが入ってどれぐらい変わってるのかがめちゃめちゃ楽しみいろんなスーパーチャージャーあるんですけど、やっぱ HKS さんのが一番もうパワフルというか、本当ですか？暴れ馬らしいです。トラストさんもあるんでしょ？トラストさんはターボかな。ターボでしたっけ？スーチャーですもんね、言ってもね。そうですね。もうこれはジャジャバかもしれないおお、全然違う全然違うじゃないですか。全然違うんですよ。最初だからどっか吹っ飛んでいきそうなぐらい。さらに NA のフィーリングちゃんとあるっていうね。そうですね。おお、すごい。86が速い。86じゃないんですよ。86じゃないこれ。結構その5000ぐらいになった時にギュイーっていう音がすごいですよね。あ、すげえ。なんか3800ぐらいから。そうですね。その辺からわーってきます。めっちゃきますね。なんやこれ、楽しすぎる。やば、早っ。だから結構車が軽いんで、軽いですね。仕事でアウディの RS4、V8 の RS4 に乗って結構踏んでみたんですけど、車が重いんで加速120ぐらいまで加速こっちの方が速いんじゃないのとか思いながら。思いますよね、本当に。早っ、何これ。シートに結構押さえつけられるんで。でもね、3000ぐらいから結構もうモリモリあるんですよ。スーチャーってまたなんかターボと違いますよね。そうですね。逆にあんまりターボ86に乗ったことはないんですけど、フィーリング的には単純に排気量でかいエンジンに乗せ替えたかなぐらいの感覚で。これおっしゃってた3リッターぐらいの排気量な感じするっていうのめっちゃわかりますね。だからそれぐらい違うもんな、これ。速いよこれ。だから足もいいし、意外に。あ、本当ですね。乗りやすい。
効果も多分あると思うんですけど。確かにね、デフの効果でかいでしょ。こういうところでかいですよね。はいめっちゃ書いてくれるじゃないですか。やばい、気持ちいい。何これ。これターボつけた方が、スイッチャーつけた方がいいかもしれないです。いいと思います。もコスパ良すぎます。これ130万でできるんだったらめっちゃつける価値ありますよね。でもこれやっぱりあれなんですかね、後期でやるからいいんですかね、このスタビリティが。まあそれはあるかもしれないですけど、逆に前期のも乗ったことあるんですけど、ここまでなんか過激な感じ、まあそれはあくまでフィーリングですけど、はいはなかったかもしれないです。まず軽い、これ何これ。軽すぎでしょこれ。何これ。ぐいぐい頭入るんで、やっぱ峠とかはもう気持ちいいですね。やばーというか重心というかエンジンの位置が低いじゃないですか、やっぱり。そうですね。86は薄いんで。薄い、低い、重心が低い。すごい、これ街乗りでも全然快適っすね、これだったら。逆にもう街乗りだからっていうところもあって、もうサーキット行っちゃうと多分もう熱が結構ターボよりスーチャーの方が熱が弱いらしくて、それをちゃんとやんないとっていうところで、まあオイルクーラーは必須で。いやーでもこれ一発はめっちゃ速いんじゃないですかね。東名とか、まあ、首都高もそうですけど、結構、まあ、86だなっていう感じで結構煽られることもちょいちょいですよね。あるんですけど、ノーマルルックですそうよね。ノーマルルックなんであれっていうぐらい置いてけぼりにできる。いやー速いっすよこれ、直線面マジで速いこれ。そしてそんなにレスポンス落ちないのがまたすごいな。音も NA っぽいですしね。あ、そうですね。やべえ、楽しいこれ。これだったら今の86に全然勝てるっすね。まあ全然 2.4 まさしくで NA まさしくこれがまさしくちょうどちょうどこれが赤の GR86 がいいんですけど、同じ色じゃないですかあれ。若干赤は赤でも変わってますね。明るいっすよね、カラー番号。あっちの方が。はい。いや、よかったです。また M3 とは違う、なんかね、やっぱ軽快さというかね、国産 FR だなっていう気持ちいい。ピックアップの良さは結構抜群だなと。ピックアップいいっすね。そして PS5 のタイヤも結構いいな。ハイグリップじゃないんですけどそうですね。乗りやすいなんせ。雨でもそんなに滑んないのと、どっちかっていうとよく雨でも踏んできるかな。いやこれめっちゃ楽しいわ。86とりあえず買ってパワーに飽きたらこれつけたらいいですね。であと次ステージもう1個ワンステップあってでアップもできる300まで一応上げられるんで、86のエンジンで300以上やろうとするともうコンロットとかも変えないとダメらしい。300までだったらまあっていう感じなんで。これ一つ早い。自分の車やったら絶対もっと行きたいわめっちゃ楽しいわこれ。楽しい。足もこれでもういいんじゃないかなと思うぐらい。だってこれ15万とかですか、そんなしない。ブリッツで市場で売ってるの16万とかですよね。16万でこれはもう最高だと思いますよ。逆にもうなんか今から考えるとここまでやっといてなんでその車夫調にしたんかなとも思うんですけど、あ逆にそうここまでこだわってで多分この動画見てくれる人は言われちゃうかもしれないですけど、自分でもそうは思ってるんで後々知った上でやっていこうかなと。音もいいし、なんかどっちかっていうとスーチャーの方がのぶとい音にのぶといですね。速いやつ上がって高音ではなくなった感はあります。でもこの回した時にシューンって音気持ちいいですね。そういいなぁ、音もいい。めっちゃいい音する。あれ自分では結構品のある音かなと思ってます。確かに86ってボーボーなりやすいじゃないですか。難しいですよね。まあそんなに音で決めたわけじゃないですけど、はいはい意外と組み合わせは良かったです。これめっちゃ外まで聞こえません？このヒューって音。だから初見でわーって加速していくところでなんじゃありゃみたいな結構言われる。ありますよね。ほらこれすごい笛みたいなキュンって音するんですよ。すごい音するね。この加速でトンネルの中だったらすごい響くから、どんどん前の車がどいていくんですよ。これなんでしょうね。スーチャーだからなんかですかね。風切り音ですよね。すごい。他の車ではあんまり聞かないです。聞かないですね。このだけブリッツのマフラーとの組み合わせなのかわかんないです。いや気持ちいいですね。でもねなんか230馬力っていうとね今のそうですねヤリスとかに比べたら、もうそんなもんですかって思うかもしれないけど、やっぱ軽さと FR っていうのは楽しいな。そうですね。やっぱこれ前の86でもやれば楽しいですね。十分仕上げ方かとは思ってます。まあ、打倒 GR じゃないですけど、こんな ZN で66で乗ってる人もい
わってるな若い人よりかは通な人が好むスタイルだなとは思ってます。確かに若くてもっとギャンギャンやってるそう LB とか組んでる人が好きな人に関してはあんま興味ないそうなんですよ。多分ねノーマルカーぐらいの感覚だと思うんですけど、この間言われて嬉しかったのはちゃんと車を分かってる仕上げ方だよねって言われたのがすげえ嬉しかったですね。なんかかっこいいですね、その言い方それ言われたいな。それ言われたらかっこいいな。なんかこだわっててよかったなって思い早いし音も綺麗やし。いやこれ売れないっすね。もう売れないです。これは売れないな。ここまでやったらでもこんだけ楽しかったら次乗る車がなかなか探すにも難しいっていうそれもありますね。はい、この加速に慣れてるでしょ。結構いい車買わないとダメかもしれないですね、はい、そして2リッターの加速とは思えない。さすがやっぱりスーパーチャージャー2リッターなんで新型より自動車税安いんでちょっとですけどそうですね若干ね若干安いんで。だってこのレーンチェンジもやっぱ乗り心地いいし、これは怒られないわ助手席にもだって見た目もねクリーンですし、そうですね、内装何にも入ってないし、オーディオの音質も多分いいんでしょうしね。デッドニングをもうほぼフルで屋根以外やってるんで、どっちかっていうと音が囲われた中の外で鳴ってる感が多分若干あると思うんで、ちょっとやっぱデッドニングすることに重くはなってるんですけど、もう全然スーパーチャージャーで還元されてるというか、いやもうそれ以上ですね、まあでもやっぱドライブしてる時のこの音楽って大事ですよね。本当それは思うな。まあ助手席の人との会話もね大事ですけど、そうですね、オーディオもやっぱ大事やな。だから奥さんが自分の車アクア乗ってるんですけど、はい大体86でいつも出かけてて、まあ、音楽なりテレビ見てて、でアクアに乗り換えるとなんだこの音みたいな感じになるらしくてペラペラのそうこの車乗ってでもなんかそのアクアと86があるのにちゃんと86の方がいいってなるのはすごいですね。そうですね。やっぱり僕らの車じゃ考えられない考え方ですね。すげえな。やっぱり本当はこれぐらいが楽しいんやろうな。やりすぎるとしんどくなるんですよ。まあ、結構なんかこんな仕様で乗ってるとなんでサーキット行かないのとは言われますね。ああ確かに。知るか。好きさせろと。寿命を縮めるのはサーキットだと思うんで、まあ、できるだけ長く乗りたいんで、そうですね。行くならもうしばき倒していいような車を逆に買って行くかなっていうね。本当はこの車しばき倒すようなんですけど綺麗にしすぎちゃって、はい、しばけなくなるっていうやつですね、これね。いやーこれいいな。これ本当に加速感でいうと FD2 を軽量化バンバンやってる車ぐらいの加速感ありますね。だって86って言ったら遅いって言われるのでね、そうイメージなのに、さらにこれにもうワンステップあるって言われたらちょっとどうなっちゃうのかなと思っちゃうんですけど、でもなんか将来のこと考えると楽しみですね。そうですね、そういうこともできるっていうまだ伸びしろがね可能性を置いときながら、確かに伸びしろあるっていいよな。いかんせんでも手ダストパッドが怖いサラーっていうでもやっぱりダストって出ないですか？全然出ないですね。1週間最高変わんないですね見た目重視には最高。これ通勤乗ってるんですか？通勤です。通勤快速集です通勤快速すぎませんこれ本当に快速ですね。贅沢な快速車ですね、めっちゃいいよこれ。だってこれだったらなんかはみ対してるわけでもないし、ウィングがでかいわけでもないから、はい、別に会社に乗っていこうがね文句言われないですよね。はい、ディーラー入庫できちゃう。ディーラー入庫できてこんな楽しい。12件も普通にディーラーでやってもらってちょっとせこすぎかこれマジでせこいな。めっちゃいいやんこれ。はい、そっか、86舐めてたら置いてかれるなこれは確実に。いやみんな86って言ったらね、いやいやクソガキでしょみたいなね、それじゃ分かんないんで。イメージね、そんなイメージありますもんね。いやありがとうございます。はい、ありがとうございます。これは最高です。